皆様大ピンチでございます。全ライダー終了のお知らせ全ライダー。もうこのままいくとね、全ライダー終わる可能性が出てきてしまっているということで、今世間を賑わす大きな問題、ガソリン価格高騰ですね。なるほど。バイクは趣味で乗られてる方がやっぱり車に比べて多いじゃないですか。やっぱり燃料代が高いとちょっと控えるかということが増えてきて、バイクって乗らないと不思議なことにどんどん乗らなくなっていき、しかも乗らないと壊れるとこも出ていき、降りるという結果につながる可能性がかなり高い乗り物になっておりますので、ガソリン価格がねこう上がっていくとバイク乗り絶滅ということに直撃するわけですよ。まずは原因からですよ。今回なぜこんなことになってしまったのか、ニュースでもねやってるから分かるかと思うんですけどね、イランへのね攻撃ですよね。軍事的な地政学リスク、これが高まったということで、原油のね供給不安から卸値が大幅に引き上げられていますということで、これ新聞に書いてあったんですよ。卸値が上がってるからスタンドの値段も上がるみたいな感じですよね。この数日で一気に上がったみたいな言ってるよね。それプラス普段の高騰時と比べても歴史的な円安ということで、ダブルパンチですよね。一番言われてるのはホルムズ海峡ですよね。船が通ってくるんですけどね、ここはもう制裁として事実上の封鎖で、米イスラエルとイランの欧州激化によりイランが体制存続の危機を感じ、報復措置として海峡の航海禁止を通告したことが原因です。このイランがね報復としてもう通るなと、止めてやるぞと。これですね、このホルムズ海峡っていうのは世界の石油の輸送の2割約2割ぐらいを担ってる言った大動脈みたいな感じのところですよね。もう2割が通ってくると。でこれ封鎖されることによってもうアジアのねもうエネルギーがもうどうすんのこれみたいな状況になって、でやばい供給不安から卸値上がってるってスタンドの数字がね上がっていっているという感じですよね。でもですよ、思いました。これはもう価格が一気に上がる日がね、メディアだったりとかね、各ガソリンスタンドアプリによって通告されたっぽいんですよ。ちょうどその前日にスタンドの横を通った。そしたらですね、もう30台ぐらい行列してて、何これって。それの翌日に約ね30円ぐらい一気にボーンって価格が上昇してたんですけど、そこのスタンドの SNS でも2つの意見が分かれてて、もう上がるから対策しろっていうパターンと、いやいや上がるって言ってもみたいな意見が両方あるじゃないですか。でその行列を見てですね、かれこれ1時間は並ばれてたんじゃないかと思うんですよ。30円上がるということで、翌日にはバイクね2台我々同時にいつも入れるじゃないですか。入れますね。20リッターぐらい入れることになるんですけど、600円ですよ。30円上がったとしたら600円ですよ。1時間ね車エンジンかけっぱにすると、1リッターぐらいなくなるらしいんですよ。30円上がる前の金額引いて、最近は150円160円やったと思うんですけど、450円ぐらいじゃないですか。いや450円行列に並ぶと、そのバイトやります？いやもういいかというぐらいの金額じゃないですかと、そういう意見はネットでは散見され、個人的には入れに行かんでもいいかなと思いました。正直わざわざもう入れんでもいいかと、並んでまで明日30円上がるからって別に行かんでもいいかと、1000円とか2000円上がりますって言われたらさすがに行くかもしれんけど、いう派閥でした。でもそれはその人によるから、その30円でかいと思う人はやっぱり行かないとあかんから、別にそれはそれでいいとは思うんですけど、ここで考えてしまった対策方法、昔ガソリンがねバカ安くなった時があったんですよ。90円台になった時にですね、和歌山まで我々入れに行きました。大阪から和歌山までね。そうということでね、今回一番高いガソリン入れに行きたいと思います。大丈夫？みんな安いものを求めに行ってんのに、高いガソリンをわざわざ入れに行くんですか？そうですね、昨日行ってれば30円安いガソリン入れたんですけど、あえて行かずに値上がりした日狙って、今からこれガソリンを、高いガソリン、もうこのねチャンスです。高いガソリン入れれるチャンスなんで、まさに今。なるほどね。はい結婚する相手間違えたわ。そのレベル。しかも今気づいた。いやだってレギュラーもしかしたらもうちょい上がるかもしれんから、ほんまはレギュラー200円突破した時に200円入れたっていうレシート欲しいんやけど、実際はレシートが欲しいの？だってそこに200円って書いてあるよ。1リッター200円って書いてあるレギュラー1リッター200円やで。頭悪いねんな。欲しいじゃないですか、200円で書いてるレシートだから、それを入れてね、レシート持って帰りたいなと思ってるんですけど、まだ若干ね190やったっけ、行ってないんですよね。190も行ってないかな。配役がね200差し掛かるかどうかぐらいの感じで、希望よりかは若干安い金額
なんですけど、俺が焦ってんのは日本国のね補助金再開するって発表されてるんですよ、すでに。ああ、されてますね。そうそう、政府ガソリンの平均価格を1リットルあたり170円程度に抑えようっていうことで補助金を元売りに出してさ、170円超えないようにしてくださいっていうのをこれ19日からもう始まっちゃうんですよ。それに加えて国の備蓄の燃料あるじゃないですか、あれの放出もちょっと実施するみたいなテンションなんで、あれよ170円超えないようにしようという取り組みがこれ19日からスタートしちゃうじゃないですか。もう猶予がない。あなたは今流行りのボンボンドロップシールみたいなシール帳にガソリンの一番高かったレシートを集めていくつもりなんですか？当たり前やん、そらボンボンレシート。ボンボンレシートっていうのをうん集めてんの？いや集めてはないですよ、その最高額を叩き出した、叩き出して記念記念に置いときたいやん。置いとくの？ちょっとね、ほんまは廃屋が200円超えてるっていう噂やったからエボを入れに行きたかったんですよ。ああ、なるほどね。ただですね、ちょうどね満タン。もしかするとさ、あなたさ、うん感覚が東京の人かもしれないよ。それ言うと怒られるよ、関西人 VS 東京人みたいなんで、大阪の人は安かったら安い方がいいって、これこんだけ安かったんで自慢したら東京の人に変なの、高かったら高い方が安心できるのにって言われる、その争いのやつやろ。そう、同じ商品でも高い方がなんかいいもなんかのや安心度高い、そういいものっていう認識やろ。それよ。関西人あなたそれよ。関西人は同じものやったら安く値切った方が勝ちやっていう発想。勝ちやで。でも違う、俺はそんな関西人やけどもう記念やから、これは記念としてレシートを集めたいと。だから入れに行く。高い時のガソリンをやっぱり欲しい。高いガソリン入れときたいやっぱりということで入れに行きたい。入れに行きたいと思います。このマインドをバイク乗りがこれ持つことによってバイク乗り絶滅しないってことですね、つまりはね。みんな高いガソリンを求めていけっていうこと。そう逆にだってバイク1台さ10リッター入れたとしたら300円高いだけで30円上がってても、まあそうですよね。300円のガソリン、諦めるか300円払ってバイクライフを楽しむか。いやでも世のお父さんたちはさ、決められた小遣いの中でいかにどう楽しむかっていうのを常に考えて、ガソリンも安いところをさ探してコーヒー一杯をさツーリング先で飲んでって、そのコーヒー代じゃないですか、300円ってさ、それがなくなるじゃないですか。それを否定する気はない。それを否定する気はないけど、やっぱこの楽しみ方もあるよということを今回提示させていただきたいと思います。楽しいか？この楽しみ方あるんじゃないかと。新しい角度を向けていくバイクライフに誰かがしないといけないじゃないですか。そうですね。こういう新しい楽しみ方というのは、高いガソリンを高いガソリンをね入れる、ぶち込んでいきたい。だってさ、エボとかさ頑張っても、リッター8とかなんですよ。はい。軽乗って、軽もう1台のやつ20リッター20ぐらいいくんですよ。そしたらよ、たとえレギュラー価格がよ倍になったとするじゃないですか。150円ぐらいやったから前まで300円になったとするじゃないですか。でも軽がそれ、リッター10になったと考えると一緒ですよね。20が10になったと考えたら、それでもまだエボに B、 そういうこと。もう考え方次第でどうにでもなるよね。そう。でも安いに越したことはないじゃないですか。そりゃそうよ、そりゃそう。でも現実見て。いや、いった耳いった。いやでも和歌山にね最安値ガソリンを求めて行った時も、コメント欄でやっぱり言われたじゃないですか。和歌山まで移動する距離考えたらガソリンそんだけ使ってんねんから安いガソリン入れに行くのもったいないじゃないですかみたいな正論パンチ。それは違う。確かに近所のねガソリンスタンド何店舗も回って価格を見て、これどこがいいかなってやるのは時間もやっぱいろいろ使ってしまうし、その間ね燃料を使いながら走ることにもなるから、そういうことで考えればね、値段だけ安いのを探すっていう視点で考えればその意見は確かにあったかもしれないけど、我々は和歌山まで安いガソリンを入れに行く、その全てがバイクライフ、ロマンスだ。そう旅です。つまり逆を言えば今回も同じ高いガソリンを入れに行くロマンスだ。ほらやっぱりロマンや頭おかしいんかってということでね、ロマンを求め、一番高いから、一番高い時期、場所は、ね、ちょっと今回はねもう探してないです、どこが高いとか。帰りにあるガソリンスタンドっていう感じですよね。に寄っていきたいと思います。ランページモンキー。価格ちらっと見えましたけど、ドン引きです。ドン引きです。もう昨日の値段はどこに行ったん？こんなにいきなり上がるなんてことはさ、今まで経験上なかったんや。やっぱりじわじわはあるよ。そうじわじわはね結構あったんですけど、日をまたいで
一気にっていうことはねやっぱなかったからビビるやん。まあでもねこれを入れていく。どう今の感想は。それはもちろん嬉しいよ。こんな価格なかなか見る。まあでもちょっとなんやろな、ちょっと前に見たかな、減税なる前ぐらいにちょっと見たような気もなんかするような金額やなこれ。見た気がするね。若干見たよこれぐらい。物足りんか200円表示やっぱ希望やったかな。感想を言うとやっぱり看板が見えた瞬間に若干ちびった。だね。いやめっちゃやっぱり安い方がいい。なんでもみんな安くでガソリン買えてさ楽しくツーリング行ってほしい。こんな高いガソリンこれ仕事で行ってる人がえぐいで。こんなん仕事で絶対入れなあかん人もこんなんもう悲鳴やで。うちは車使わへんからあんま関係ないわと思ってたらあかんで。ほんま運送代とかもなこのまま行ったら運送屋さんも全ていろんなところにガソリンも使うんやから、それで上がって結局みんな共倒れやからねこれ。てか何が一番あかんって戦争はあかんほんまに本当に。まあ何が一番あかんってもう、あんたやけどな。ひどいわほんまに。俺めちゃくちゃやもんな、言ってることがな。これ大丈夫炎上せえへんからまあということで結論、ガソリンは安い方がいい、戦争はない方がいい。もうたどり着きましたここに。たどり着いた、高いガソリンを入れてそこまでたどり着いた。やっぱ実感するよね、高いガソリンのパネル見たら。昨日並んだ人もきっと今日のパネル見て並んでよかったって思ってるやろ。有意義な時間やったのかもしれん。1時間もかかってガソリンそんな30円しか変わらんやったら意味ないやろって思われる人もおるかもしれんけど、もしかしたらその1時間な車内でパーティーしてたかもしれんし、マックとかみんなで食べて家族団らんをさ過ごしてたかもしれんや。あとは好きな音楽をかけてこう浸ってたかもしれんし、有意義な時間やったんかもしれんからな。それもそれでなっていうのを高いガソリンを入れて学んだっていうことですね。学びましたね。やっぱりね、人の気持ちになって考えろとは言われてきたけど、想像を超えて心は理解しがたいもの。まあわかるけどね普通ね。まあここで入れたところで大阪帰るのにまたねガソリン減るけどね。また減るよね。じゃあ帰りながらまたね、ガソリン入れていきましょう。また入れていきますか。以上ランページマキでした。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録してね、高評価もしてね、チャンネル登録してね、高評価もしてね。チャンネル登録してね、高評価もしてね、チャンネル登録してね、高評価もしてね。